アバン東京銀座脂肪吸引クリニックの森脇慎です。今回はハイブリッド豊胸のメリット、デメリットについて詳細に語っていこうと思います。当院でもね、豊胸の中で人気な施術の一つがハイブリッド豊胸で、ハイブリッド豊胸というのは、このシリコンバック豊胸にプラスして脂肪豊胸でコーティングするという、このシリコンバック豊胸と脂肪豊胸を同時に掛け合わせたものをハイブリッド豊胸と定義しています。当院でも豊胸の中では特に人気な施術で、ハイブリッド豊胸を希望される方が多いです。それではまずメリットから話していきます。1、サイズアップの確実性が高い。2、見た目や触った感じが自然。3、皮膜拘縮のリスクが下がっている。4、バックの位置の微調整が可能。5、修正や入れ替え手術に対して柔軟に対応できる。6、長期満足度が高い。7、ボディライン全体を整えられる。これについて詳細に説明していこうと思います。まず、サイズアップの確実性ですが、シリコンバック豊胸に入れるものですが、このシリコンバックを入れてバストアップするので、このものが入っている分確実にサイズアップが可能です。脂肪注入豊胸単体だと、その脂肪がどれぐらい定着するかによって2カップ上がる人もいれば1カップ上がるか上がらないかっていう人がいたり、かなりバストアップの個人差が出てしまうのが脂肪注入豊胸のデメリットです。そんな脂肪注入豊胸のデメリットを補えるのが、シリコンバック豊胸で確実にこのバッグを入れて大きさを出すというものですね。シリコンバッグのサイズをどのサイズを入れるかによってバストのサイズは3カップ以上上げることも可能です。痩せている方とか脂肪採取量がそもそも少ない方、そういった場合には脂肪注入豊胸だけでは満足なバストアップができずに2回3回と2次豊胸3次豊胸と脂肪豊胸を行うことが難しい方もいます。そんな方にもう一度で確実にサイズアップできるハイブリッド豊胸は確実なメリットの一つだと断言できます。2、触った感じ、見た目の自然さが高い。これは本当にシリコンバック豊胸のデメリットなんですが、このシリコンバック豊胸単体で入れた場合にどうしても分かってしまうのがこのシリコンを触った時の感触ですね。普通の人は分からないと思うんですが、このシリコンの触った独特の感触というのはやはりどうしても普通の自然な脂肪注入豊胸と比べると人工感が出てしまいます。そんなシリコンバック豊胸の人工感をなくすために上から脂肪注入でコーティングしてあげて自然さを出してあげる。またシリコンバッグ単体で入れて、例えば谷間の正中部分が離れてしまったように見えたりとか、デコルテがそげているのに下部がすごい大きく見えてしまったりする不自然な感じをなくすために脂肪注入することによって形も自然に整えられる。これがハイブリッド豊胸のメリットですね。特にシリコンバック豊胸の時に気になるのはこの真ん中の離れた感じがどうしても出てしまう方が体型骨格によっては出る方がいます。そういった時に正中部分やデコルテを中心にシリコンバッグを入れて脂肪注入豊胸をするハイブリッド豊胸だとかなり不自然になりそうなところをコーティングして自然さを出すことができます。理想のバストサイズかつ自然さも出せるというのがハイブリッド豊胸のいいところですね。3つ目が皮膜拘縮のリスクが軽減するというものです。このシリコンバッグを入れるということはどうしても生体内に異物を入れるということになり、体内で異物を除去しようとする反応が起こります。それが皮膜拘縮が起こる原因で、このシリコンの周りに皮膜という生体内が異物から生体を守ろうとする反応によって形成される硬い膜ができます。それがどうしても強く起こってしまうと皮膜拘縮といって触った時に硬い感じなどが出る場合があります。シリコンを入れた後に上から脂肪注入でコーティングすることによって脂肪細胞には抗炎症効果を出すサイトカインの一部を出す作用があります。そうすることによって皮膜拘縮が過度に形成されるのを防いで柔らかさを保つというのがありますね。なのでシリコンバック豊胸単体で行うよりも皮膜拘縮のできるリスクが軽減し、さらに皮膜拘縮がたとえ強く出たとしても上からコーティングしていることによって柔らかさをキープできるという2つのメリットがありますね。4つ目がバッグの位置の微調整が可能というものです。これは僕はたまに行うんですが、やはりシリコンバッグでどうしても上とか外側に離れた感じになるのが嫌という方はより真ん中に置いてほしいというものがあります。適切な剥離範囲とサイズで微調整は可能ですが、どうしても体型によってはちょっと外側剥離したりとか上側を多めに剥離したりする場合があります。そういった時にシリコンバッグ豊胸をした後脂肪注入で微調整する時に、例えばですけど外側に多く脂肪を入れることによってその脂肪によってバッグを少し正中部に寄せて自然なバストを作るなんていう微調整も可能です。どうしてもシリコンバッグ単体だとこのシリコンを剥離して入れるっていう単純な作業になってしまいますが、そこにいかに綺麗な形を作るかというところで脂肪を注入して理想のバストを整えていくことができるというのがハイブリッド豊胸のメリットですね。ここまで聞くと本当にいい施術だなと実感しますね。次、修正や入れ替えに強いということなんですが、これは本当に柔軟にハイブリッド豊胸は対応ができるというものですね。例えば
ハイブリッド補強した後どうしてももう一段階大きくしたいという場合に選択肢が2つあります。そもそものこのシリコンを入れ替える。もう一つはもう一度後から脂肪注入で後からハイブリッド補強みたいな感じで脂肪注入補強を何度かして大きくするという選択肢が広がるというのも一つのメリットですね。シリコンバック補強でも脂肪補強でも同じなんですが、2回目の脂肪注入補強やシリコンバック補強の入れ替えどっちがいいかっていうのを決められるというのが一つメリットかなと思います。どうしてもシリコンバック補強でサイズをもう一段階大きくしたいという希望は僕の YouTube も見ていただければわかるんですが、過去の受けてくださった方にもいらっしゃいました。そういう時はシリコンバックのサイズをそもそも変えることでもいいですし、脂肪注入補強するというのも一つです。そしてハイブリッド補強で一つ入れ替えをする時のメリットとしては、一度小さいサイズを入れて膨らませる、かつ脂肪注入補強で周りの組織も膨らませることによってバスト全体の組織に張り感を持たせて、その後に入れ替えて大きいものを入れます。例えばですけど、日本人の女性にシリコンバック補強で細い方に 400cc 以上のシリコンバックを入れたらかなり不自然になって、剥離範囲も適切に行っていてもシリコンが適切な場所にとどまらずに変異する可能性もあります。ただ一度、例えばですが270とか280のシリコンバックを入れて皮膚の張りをテンションをかけてあげて、さらに脂肪注入してよりテンションをかけてあげることによってそこに 400cc を入れても耐えられるようなスペースが生まれます。なのでその状態で取り替えることによってより自然な修正や入れ替えが可能になるというのもメリットの一つかなと思いますね。柔軟に対応できる幅が広がるというのがハイブリッド補強のいいところです。そして6、長期満足度が高い。これは本当にその通りだと思いますね。脂肪注入補強だとどうしても最初はすごい大きさが保たれてるんですが、 1.5 ヶ月1ヶ月ぐらいすると半分以下になります。そして例えばですけど、10キロ以上の極端なダイエットをしたりすると脂肪注入補強をした入れたところから脂肪がなくなっていきます。そうすると高いお金を払って補強したのになんかお胸がなくなってしまったなというのが起こりうりますね。そういったことがないのがハイブリッド補強のメリットですね。また皮下の脂肪細胞というのは定着率が比較的良い場所なのでダイエットの影響を受けにくいというのも一つメリットですね。またシリコンバックというのは最近のものだと一度入れたら何もなかったら交換などはする必要がないぐらい十分強固なものです。なのでカウンセリングでたまに聞かれることが、シリコンバックは10年後20年後入れ替える必要はありますかというものですが、基本的に何も問題がなければ一生入れ続けていても問題がないです。そういった点でもやはり長期的な満足度は非常に高い施術になりますね。そして最後、これは一番僕が強調したいところなんですが、ボディライン全体を同時に整えられるというものですね。僕は結構二の腕脂肪吸引からのハイブリッド補強の方が多いんですが、症例を見てもらったら分かるんですが、やはりこの肩のね、閉じた時の外への張り出しがあってバストが大きいと、ただなんか太ったように見えるんですが、この肩をしっかりと直線ラインまたは鋭角なラインを作ってあげてハイブリッド補強してあげると、とてつもなく上半身が映えます。二の腕脂肪吸引からのハイブリッド補強というのは非常に満足度が高くて、服を映える感じで綺麗に着れるようになったなど、とても嬉しいお言葉をいただけることが多いですね。また太ももやお腹など全体的なボディラインを脂肪吸引でしっかりと整えつつハイブリッド補強でバストを作ってあげると、やはり全体的なボディラインをしっかりと整えられます。こういった点がハイブリッド補強の最大のメリットですね。もちろん脂肪補強でも同じことが言えるんですが、よりしっかりとバストの形と大きさを保ちつつ他のボディラインを洗練させていくことができるのがハイブリッド補強の魅力です。ここまでハイブリッド補強のメリットを散々語り尽くしていったんですが、もちろんデメリットもあります。1、手術の侵襲度が高い。2、ダウンタイムが長い。3、脂肪の定着率に個人差がある。4、しこりのリスク。5、感染リスクが脂肪とシリコンの2つの原因がある。6、費用が高額になりやすい。7、ダウンタイムの過ごし方が非常に重要。8、誰にでも適用があるわけではない。これについて一つずつ説明していこうと思います。まずこの手術の侵襲度が大きいというのは、これは誰もがわかると思うんですが、シリコンバック補強にプラスして脂肪補強を同時に行うということは、両方の手術を1回で行うということで、ただでさえ侵襲度の高い補強手術ですが、美容施術の中では最もリスクも大きくなる手術の一つだと思って受けていただきたいです。シリコンバックを挿入するときに、基本的にハイブリッド補強では乳腺の下、乳腺下という層にシリコンバックを入れて大胸筋の中
中や皮膚の下、皮下という層を脂肪注入することをお勧めしていますが、その乳腺下の層を剥離するときにリスクとしてあるのがやはり出血ですね。このシリコンバッグ、結構大きめのものを入れれるだけの組織を剥離しなければいけないので、どうしても出血のリスクはついてきます。そしてボディの脂肪吸引自体もかなりダウンタイムも長くきついものです。そういったものをボディの脂肪吸引もして全体的にダウンタイムもきつくダメージも大きい施術に加えてシリコンバッグ包協を行うときに乳腺の組織も剥離すると非常に侵襲度の高いオペになります。基本的に麻酔は全身麻酔か静脈麻酔で行いますが、安全のために全身麻酔で対応することも必要になってくるケースがあります。2つ目、ダウンタイムが長くなりやすい。結構ハイブリッド包協で不安になって1ヶ月目の時にお胸は自然になりますかと聞かれることがあるんですが、ハイブリッド包協は少なくとも3ヶ月はダウンタイムがあり自然さが出てくるまで待ってほしいと伝えています。シリコンバッグを入れたらそのシリコンが適切な位置に降りてきてかつ自然な滑らかな動きになるまでは少なくとも3ヶ月、そして脂肪吸引の拘縮という硬い反応も同時に出て、それもなくなるのが3から6ヶ月です。なので発作を実感してかつバストが滑らかな感じになってくるのは3ヶ月は待ってほしいですね。1ヶ月でも大きさや綺麗さを実感できることはあると思いますが、まだまだ腫れ感があって動きも不自然になることが多いです。少し不安になることはあると思いますが、その3ヶ月のダウンタイムを乗り切れれば理想のバストに近づけると思ってしっかりと耐えて、もし何か聞きたいことがあればすぐに相談していただければと思います。3つ目、脂肪の定着率に個人差がある。これは本当に脂肪注入包協のデメリットと同じですが、やはりどうしてもシリコンバッグ包協と脂肪包協両方のメリットもあり両方のデメリットもあるというのがハイブリッド包協ですね。特にこの一番残しておきたい低チューブやデコルテラインなどは少し脂肪注入の定着率が悪く、もう少し入れておけばよかったのかなと思ったり、直後はすごいボリュームあったけどどんどんなくなってもう少し物足りないかなと感じる方も一定数いらっしゃいます。脂肪細胞の定着率は良くて 50% なんですが、このデコルテのあたりや低チューブというのはより定着率が下がってくる場所です。そういったところは中心的に多くは入れるのですが、多く入れたらそれだけ残るというわけでもないのが脂肪注入包協の難しいところですね。術後にタバコを吸ったりや過度なダイエット、また押しすぎたりして血流が悪くなったりなどで定着率は下がってしまいます。なので術後の過ごし方も非常に大事になってきますね。特にタバコと過度なダイエットだけは絶対に控えるようにしてください。4つ目がしこりのリスクですね。これは脂肪注入包協でもあるんですが、やはりハイブリッド包協でもゼロにはできないです。ただし注入する脂肪量が少ない分しこりのリスクもかなり抑えられて、もし万が一起こったとしても本当に小さいものがちょっとできるだけなので、しこりができたとしても取り除くことはできますし、そもそものしこりの発生する確率が脂肪注入包協単体とハイブリッド包協を比べるとかなり少なくなってきます。なのでリスクでありますが、しこりのリスクというのは比較的少ないと思って受けていただければと思いますね。特に気をつけるのは過去の包協の起用歴ですね。ヒアルロン酸包協やアクアフィリング包協を行ったことがある方は絶対に手術前にその起用歴を伝えていただき、場合によっては脂肪注入を本当に少なくしてシリコンバッグ包協をメインで注入は少しだけ行うというハイブリッド包協の選択肢になる可能性もあります。行政系の起用歴はしっかりと伝えることが大事ですね。次、感染リスクが2つ原因がある。これは先ほど言った脂肪注入包協とシリコンバッグ包協両方で感染が起こる可能性があります。ただし脂肪注入包協の方がシリコンバッグ包協よりも感染のリスクが高いんですが、この脂肪注入包協皮下の層と大胸筋の中に一般的な脂肪注入包協単体よりも少ない量の脂肪を注入します。なので感染の起こる確率は脂肪注入包協自体では少なく、さらに言うと感染が起こったとしてもその感染の程度が少ない場合が多く、適正な抗生剤を投与するだけで改善することがあります。僕はハイブリッド包協で今まで一度も感染を経験したことはないですが、一応リスクとしては伝えています。またシリコンバッグ包協に関しては、このシリコンバッグを最近アメリカの美容外科学会でも推奨されているポピドンヨード付きにしてそのまま入れることによってほぼ感染はゼロに近いぐらいの可能性に抑えています。なのでシリコンバッグ包協で感染することはまずないと思うんですが、やはり過去の起用ですね。ヒアルロン先ほどと同じようにしこりの発生率と同じようにヒアルロン酸包協やアクアフィリング包協の起用がある方は施術を行うと感染やしこりのリスクは高まります。なので絶対に先ほど言ったように過去の起用歴はお伝えください。7番目が術後の管理が非常に大事だということです。これは脂肪吸引でも言えるんですが、ハイブリッド包協でも施術だけじゃなくて施術後、施術前の過ごし方が非常に大事になってきます。禁煙、
過度なダイエットはしない、適切なバストの管理、圧迫しすぎない、あとマッサージしすぎない、そういったことをしっかりと行っていただき、適切な食事、適切な睡眠、適切な運動を行っていただくことによって自然かつ確実なバストアップを望めます。なので手術後にいきなりタバコを吸ったりするのは絶対論外ですが、しっかりとこの食事、運動、睡眠、この3つも心がけていただくことが大事ですね。また適切な食事というのは今後しっかりと投稿していこうと思うので、そちらも参照していただければと思いますね。最後に誰にでも適用があるわけではないということについて紹介します。これは本当にどの施術でもそうなんですが、ハイブリッド包協もやはりリスク因子というものがありますね。例えば年齢が行き過ぎているや採血結果で血液凝固系に異常がある方、また疾患がある方や極端に細すぎてもそもそも脂肪が取れない、皮膚がたるみすぎている、過去にもうアクアフィリング包協やヒアルロン酸包協をしすぎていて脂肪注入が困難などのケースが考えられます。基本的にハイブリッド包協を一般的な方で施術ができないということはないんですが、そういった過去の起用歴や背景疾患、血液検査などはしっかりと伝えていただき、手術を決めることが大事です。最初に述べたようにハイブリッド包協というのは侵襲度といって手術のリスクが大きいオペです。それを黙って受けるとリスクの方がメリットを上回り、術後に大変なことになるというのも考えられます。なのでしっかりと術前の情報というのは伝えていただき、適切に手術に臨むことが大事ですね。今回はハイブリッド包協のメリット、デメリットについて詳細に紹介しました。デメリットもあるんですが、ハイブリッド包協はやはり確実に大きくでき、かつ自然なバストにできるという点では本当に包協の中では一番いい施術だと思います。シリコンバッグ単体や脂肪注入包協単体でももちろんいいですし、それを組み合わせてハイブリッド包協を行う幅広い選択肢があるので、どのような理想のボディラインになりたいかというのを一度相談していただき、どの施術がいいかというのを決めていただければと思います。今後も脂肪吸引や包協に関する動画を投稿していくので、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。また概要欄にある公式 LINE から毎月5名限定の特別モニターも募集しているので、そこから包協希望と送っていただけると審査をパスして特別モニターに参加できます。それでは。